はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回はですね、2021年灘高校の整数問題やっていきます。この問題すごくね、面白いんですけど、ぶっちゃけ大学入試レベルです。中学生が解く問題じゃないですね。この括弧1番の誘導があるから中学生でもかろうじて解けるようになってると。ただですね、高校生の方にとっては、この括弧1の誘導がむしろ邪魔なんですね。そこね、誘導がなかった場合にどういうアプローチをかけていったらいいのかっていうことについても話していくので、ぜひね、考え方をマスターしてもらえたらいいなと思います。それでは問題。A、B はこの式を満たしている。で、括弧1番が P イコール 2AB プラス 3A プラス4とする P2 乗 A のみを用いて表せと。で、括弧2番はね、A、B はどちらも0でない整数とする A、B の値を求めよう。ゴールはね、括弧2番ですね。この式を満たす0じゃない整数 A、B を求めてくださいねと。こういう整数問題なんですけど、ここにね、括弧1番の誘導がついてるわけね。P イコール 2AB 足す 3A プラス4。こういうものをね、適当に置いてあげたら、P2 乗を A のみで表せるよって言ってるんですね。今回使うのは、この丸1の式なわけだから、ちょっとね、この 3A プラス4っていうのがここにあるなっていうのを見て工夫してあげると、P2 乗をこのように 3A プラス4ね、塊に置いて展開してあげると、2AB の2乗は 4A2 乗 B2 乗。で、2×2AB×3A プラス4は4AB×3A プラス4で 3A プラス4の2乗が残りと。この式を A のみで表していきたい。ここで使うのは丸1の式。この丸1の式の 3A プラス 4B のところを見比べてあげると、この4A 倍になってるよね。これを 4A 倍したらこの式。もっと言うと、この AB2 乗も 4A 倍すると 4A2 乗 B2 乗になってるんですよ。とすると、ここのね、式っていうのを4A 倍したものっていうのがそのままここに対応してますよね。これを使ってあげると、ここの式はね、これ移行して、マイナス 2A マイナス6っていう風になるので、ここは 4A 倍のマイナス 2A マイナス6と、こういう風に置き換えられるので、結局ね、これ足すこれっていうのをうまく展開して計算してあげると、A2 乗プラス16という風に求められるわけです。非常にね、綺麗な形になりましたね。P2 乗イコール A2 乗プラス16と。このね、誘導を使って括弧2番を解いていく。括弧1番より P2 乗イコール A2 乗プラス16が成り立ってるんですけど、この P にはね、2AB 足す 3A プラス4が入ってると。この式を使って、A、B のね、整数値を求めていきたいわけですね。ここでですね、整数問題のパターンが出てくるんですよ。それが、因数分解で積の形。これはね、非常に重要。もう整数問題のね、主要な3つの考え方があるんですけど、そのうちの1つ、因数分解で積の形を作る。例えば、A×B が2っていう式があって、A と B が整数ですよって分かったら、ね、かけて2になるものっていうのは、2、1、1、2、あるいは、マイナス1、マイナス2、マイナス2、マイナス1の4パターンに絞られるわけじゃないですか。そうしたら、それぞれね、4パターンについて、ちゃんとね、計算してあげることによって答えが出ると。こういうふうにね、因数分解された形が、あるね、実数、定数を取るといった場合に、これがね、かなり整数値の候補が絞られるっていう強みがあるんですね。で、今回の場合、こっちでね、見ると分かりづらいかもしれないけど、P2 乗イコール A2 乗プラス16。これを見てあげると、A2 乗移行したら、和と差の積に分解できますよね。これを使ってあげる。今回の式で、和と差の積ね、使ってあげると、これに A を足したものと、これに A を引いたもの。だから、こういう風に因数分解できるんですね。3A に A を足したものと 3A から A を引いたもの。そうすると、それぞれの項がね、2で割れますよね。なので、それぞれの項ね、2で割って、右辺は4で割ってあげると、こういう形になるんですよ。かけて4。で、A と B もね、どっちも整数なわけだから、この、どっちも整数になってますよと。じゃあね、整数値かけて4になるものって言ったら、412214。この3パターン。それに、マイナスをつけたもの。この6パターンが出てくるわけですね。なので、この6パターンを順番に調べていけばいいと。例えば、これがね、41の場合っていうのは、この連立方程式を解けばいいわけですよね。これイコール4、これイコール1。で、これはまず差を取ってあげると、A だけが残ると。A イコール3。ね、こんな感じで、
これより a イコール3っていうのが求まって、じゃあ b はって言ったらこれ代入してあげる。そしたら 3b 足す3足す2イコール1なわけだから、b イコールマイナス3分の4になると。今回ね、b も整数値なわけだから、ね、これダメですね。同じように、22の場合はって言ったら、これの式引くこれの式で a が求められるわけだから、a イコール、さあ取って0と。で、今回 a、b はどちらも0でない整数とするわけだから、この時点でダメですね。まあ同様に、マイナス2、マイナス2の場合も a イコール0になってダメ。まあこんな感じでね、すべての場合を調べていくと、結局、これもダメ、これもダメってなって、この a イコール3、b イコールマイナス3の場合が答えになるというふうに求められるわけです。まあ、ここまでね、やってきたことっていうのはもう完全に大学入試レベルですね。因数分解で積の形のパターンって、まあ、中学生が学ぶってことはないですよね。まあ、一応 p2 乗イコール a2 乗プラス16っていう形で整数 a、p を求めるっていう問題はですね、まあ、品質っちゃ品質なので、まあ、中学生でもね、抑えてる方は多いと思うんですけど、じゃあこの形にね、作ってあげるっていうのはかなり難しいんですよ。まあ、なので、まあ、この括弧1番の誘導を使ったとしても、まあ、この問題はね、中学生が解くのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。ただですね、高校生の方は、これ誘導なしで、括弧2番ぜひね、解けるようになってほしいと。アプローチ方法としては、まあ、この式をね、見た時点で、因数分解で積の形を作るんだろうなっていうふうに思ってほしいんですね。高校生にとっては、このね、整数問題の考え方っていうのは、もう常識としてね、押さえてください。もう絶対に出てくる。だから、まあ、このね、因数分解したいなっていうふうに思うわけなんだけど、因数分解、複数文字があったら、次数の低い文字で整理するという鉄則がありましたよね。まあ、今回は B については2次、A については1次なので、A について整理すると、A を含む項っていうのは B2 乗と 3B と2と。で、定数項の方は A を含まない式なので 4B 足す6と。こういう風に変形できる。で、今回の目的っていうのは因数分解ですね。ただ完全に因数分解する必要はなくて、積の形、イコール3みたいな感じで定数はね、出していいんですよ。じゃあそれを見てあげると、この b2 乗プラス 3b プラス2っていうのは b プラス1、b プラス2で因数分解できますよね。じゃあこの 4b プラス6も b プラス1あるいは b プラス2を因数に持てば、ね、持つようにちょっとね工夫することによって b プラス2とかでくくれるなってことがわかりますね。今回は b プラス2をね、くくるっていうことを目的に 4b プラス8、まあ b プラス2の4倍っていうのを出してあげると、引く2と、まあこういうふうに変形できますね。6は8引く2。そうしたら、これ全体として b プラス2でくくってあげると、このね、項は b プラス1の a 倍。展開したら ab プラス a と、この 4b プラス8のところがプラス4というふうにできて、まあ、引く2イコール0、マイナス2を移項してイコール2と、こういう形で因数分解の形を作ることができると。あとはかけて2なわけだから、もうパターンとしてね、21、12、マイナス1、マイナス2、マイナス2、マイナス1の4パターンだけ考えればいいと。まあ、さっきよりパターン減りましたね。これを使ってあげて、まあ、このね、左側から B はすぐ出るんですよ。で、B がね、一番上の場合は0になっちゃって、B 足す2が2でね、0になっちゃって、これはダメだよね。B は0じゃないって言ってるから。で、今度は、このね、B プラス2が1の場合は B がマイナス1。で、ここに代入すると、マイナス A 足す A、まあ、0足す4が2ってなって、まあ、よくわかんない式が出てくる。ダメ。じゃあ次 B 足す2がマイナス1の場合はって言ったら、これは B イコールマイナス3で代入して計算すると A が3みたいになるから、無事ね、答えが出てくると。で、まあこのね、B プラス2がマイナス2の場合は B イコールマイナス4なんだけど、代入すると A が整数値にならないからダメと。よって答え A イコール3、B イコールマイナス3が求められるわけです。ということで今回、灘高校の整数問題を解説してきたんですけど、今後もね、面白い数学の問題をたくさん解説していくので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうのをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。